はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日は六本木に来ています。今は六本木のとあるカフェに座っています。さっきね、紅茶とデザートを注文して、もう一通りね、食べて飲んだところです。あれこれラジオは日本語を学んでいる方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube 以外に Spotify や Apple Podcast などでも聞くことができます。ぜひお好きなプラットフォームからフォローしてください。今私が座っているこのテラス席は毛利庭園に面しています。毛利庭園というのは六本木ヒルズにある庭園です。そんなに大きくはないんですが、四季折々美しい花とか紅葉とか、また緑とかね、そういうのが見られます。本当に都会のオアシスといった趣のところです。そこにね面したカフェのテラス席に今座っています。はい。今日は本当にいいお天気で、結構ね平日なんですけども、外をね散歩している人がちらほらといます。で、さっきは森美術館へ行ってきたんです。その美術館の展示もね見てきたんですけど、そこも結構お客さんがたくさんいました。はい。そういった感じのね、なんだか癒しの一日でした。皆さんはお休みの日どんな風に過ごしていますか？今日は仕事とプライベートの関係の話をしようかなと思っています。私は今はフリーランスとして仕事をしているので、決まった仕事時間というのはないんですね。ある意味働こうと思えばいくらでも働けるし、働かないでおこうと思えば毎日休むこともできます。ただ働けばもちろん収入があるし、働かなければ収入はないということですね。それはフリーランスの宿命といいますか、自営業というのはそういうものですよね。一方で私も会社員の経験があります。会社員時代はもう本当に月曜日から金曜日まで朝9時から5時まで、あるいは6時までっていうね決まった時間の中で仕事をして、そして決まった給与を受け取るという、そういう働き方ですよね。もちろんその経験もあります。両方経験してみて思うのは、私自身に向いてるのはやっぱりフリーランスの働き方だなと思います。自分でねある程度スケジュールを決められる方が私にとってはやりやすいですね。これは本当に人によるかなと思います。例えばね、私の身近でも絶対会社員の方がいいっていう人もいます。その自分で仕事スケジュールをね決めていくのがちょっと難しい、得意じゃないとか、あとは自分で仕事を見つけていかないといけないので、そういうのもちょっと好きじゃないっていうようなタイプですね。なので本当に人によってね向き不向きがあるかなとは思いますが、皆さんは今どんな風に働いていますか？またどんな働き方が好きですか？あとは最近ねよく聞かれる言葉、ライフワークバランスというキーワードがあるんですが、ライフは生活で、ワークは仕事ですね。生活と仕事のバランスをどのようにとっていくのかというのは、仕事をしている人の永遠のテーマかなとは思います。そしてそのバランスの取り方とか考え方も人様々ですよね。私はですね、実は私が育った家庭、私の両親、それから両方の祖父母は自営業なんです。自営業というのは、自分でビジネスをやってるっていう、そういう働き方ですね。なのでなんとなくその子供の時からみんな仕事と生活が緩やかにつながっているというような状況でした。仕事が終わったらもう完全に仕事のことを考えないとかしないっていうのではなく、家に帰ってきても例えばお客さんからちょっと電話がかかってきたらもちろん応対するし、何かいいアイディアが思いついたらメモを取ってっていう、そういう姿をね見ていたので、なんか私も無意識にそういう仕事と生活をはっきり分けるというよりは、緩やかにつながっているっていうのが自然だなと感じています。なので、今も自分自身もねそのように働いているので、やっぱりその子どもの頃からね無意識に感じていたそういう価値観とか働き方っていうのはすごく大きな影響があったかなと思います。はい、皆さんはどうでしょうか？
今の働き方って誰かの影響を受けましたか？どうでしょうね。どんな働き方でも自分がそれに満足していて幸せだって役に立ってるって思えたら、もうそれで十分なんじゃないかなとは思います。会社員は会社員の素晴らしさがあるしね、会社員の素晴らしさは何といってもみんなで仕事をやることですよね。なので例えば自分がちょっと風邪をひいて1週間寝込んでも誰か代わりの人がやってくれるっていうね、それはやっぱり大きなチームで働く最大のメリットかなって思います。今ね、私のようにフリーランスで働いてたら1週間自分がね仕事を休んでしまったら代わりにやってくれる人はいないですので、そういうところはやっぱりチームで組織で働くいいところですよね。また実現できるものとかことの大きさもやっぱり違いますよね。大きな会社になればなるほどその実現できることも大きくなりますね。例えば今私がいるこの六本木ヒルズ、すごく大きな建物がねたくさんありますけど、こういうのを作るとき正直私のようなフリーランスがバラバラに集まってはできないと思いますね。しっかりスケジュールを立てて担当が決まっていて、で設計通りにどんどんと作っていくっていうのはやっぱりチームあるいは大きな組織会社でないとできないかなって思うので、その実現したいものに合わせた働き方というのも一つの考え方ですよね。今私は本当に個人の日本語を勉強している方を相手にお仕事をしていて、でその目の前でその一人一人が成長するのを見ていく、そして自分も一緒に喜ぶっていうのが、私の最大の幸せであるので、今の私の場合は、組織である必要がないし、この今のスケールがちょうどいいかなって感じています。一人一人とね直接話したりとか交流したりとかすることができるので、今はこの働き方が自分にとっては一番いいなって思っています。皆さんはどうでしょうか？今の働き方、誰に影響を受けましたか？またどんな働き方が理想ですか？今はその理想の状態ですか？ぜひコメントで教えてください。